こんにちは。こちらはターコイズ色の毛糸を使って、スカートを編んだ動画になります。パート2ですね。パート1ではウエスト部分からスカートの半分までを編みました。ではよかったら続きご覧ください。ぐんぐん進んでって、何回かいそいそと脱いだり着たり先に脱げないよ、着たり脱いだりしつつ、今これがヒップの一番なんて言えばいいの、トップ、ヒップの頂上のところ、トップオブザヒップのところ、お尻のところ、つまり一番長いって言えばいいのかな、ところまで来ました。でここから、減らし目していこうと思うんですが、ちなみに私の場合はこのウエスト部分を割と腰履きまでいかないけどちょっとウエストよりは下目で履いた前提でこの長さになりました。測るか22センチぐらいだったんですけど、でこれが1234567891011か11段、シングルクロシェダブルクロシェの、目のところが11段やってきました。そんで、100目ってお伝えしたんですけど、何回かそのね脱ぎ着じゃなくて着たり脱いだりをしてみたら100目ちょっときついなと思って、結果的にシングルクロシェのとこシングルクロシェじゃない、ここのとこ広げて114目にしました。落ちちゃった。でも114目にしたら114目にしたで若干緩くなりましたので、お好みでじゃあそれも測るか。なので想定最初100目ぐらいの時は100目の時は43センチぐらいになればいいなと思って作ってたんですけど、今は実際は、ちょっとねたまんでるんであれですけど46、もうちょっといくかな、47センチぐらいなのでかける2、94センチになってます。でここから減らし目をやっていきたいと思います。ちなみにこの時点で、この22センチで47センチぐらいのこのスカート、スカートまだできてないですけどまでにもうすでに123玉目に入ってます。だからこの倍ぐらいはかかるのかな。もう最後作った私には分かってるとは思うんですが、さておき、でここから減らし目をしていくんですが、ケイトちゃんが減らし目はねいろいろ考えた挙句結構ギュッと減らしちゃおうと思います。この減らし方もタイトスカートにキューってさせたい人は結構減らす必要あるし、当然なんですけど割とストンとした形でいいっていう方は、1段につき 1,2 目とかずつ減らしていけばいいのかなと思います。ちょっと今私がどのくらい減らすかお見せしつついこうと思うんですが、ちょっとねこれ模様なんでいかにあまり目立たない形で模様をそんなに崩さずに減らし目するかが難しいかなと思っていろいろ考えて、最後はいっかってなりました。で今これ最後のところか。最後のところだけもう一回やろうかな。シングルクロシェ終わってて、ここにダブルクロシェ入れますよね。でこれが1目目なのでここに引き抜いて終えて、立ち上がり1つ、そしたらひっくり返していくわけですが、その減らし目をこのちょうど後ろのところ、この最初と最後のところでやっていこうと思います。後ろのところっていうのは私のイメージだとこのつなぎ目のところを、背中にしようと思ってるので、ここで減らし目をどんどんしていこうと思います。でこっちか、今こうやってきたからすいませんぐるぐる回してて
どっち？こういったんだかこうだよね。合ってました。はい。で、結局、アートコーダ喋ったんですけど、結論としては簡単な減らし目のやり方をしようと思っていて、まず1目目、今立ち上がり終わったので、ずっとシングルクロシェダブルクロシェを繰り返してきたわけですが、減らし目したいのでいきなりここでシングルクロシェを2目一度のシングルクロシェにしようと思います。今シングルクロシェ、これやったらシングルクロシェ完成するんですが、せずに次の目に行っちゃう。本来はダブルクロシェするところにもシングルクロシェをやって3本糸かかった状態で引き抜きます。で今1目になりました。でこれ最初の1目で次は、本来はここダブルクロシェ、下の段がねダブルクロシェなのでここにはシングルクロシェ入れたいんですが、今シングルクロシェ2目一度したのでここで、2目一度のダブルクロシェをしようと思います。なので前段のダブルクロシェの上にもダブルクロシェ入れて、でもここで引かずに次の目ここにもダブルクロシェ入れる。で3本溜めたのを一気に引き抜く。はい、そうすると今ここで2目一度のシングルクロシェ、ここで2目一度のダブルクロシェができました。なので下でシングルダブルシングルダブルってやってるのが4が2になった感じです。であとは普通にしようかなと思います。シングルクロシェでダブルクロシェ、たまにこう下を確認してね、長いものは前段でダブルクロシェなので上はシングルクロシェでいいな。でここはなんか短いシングルクロシェっぽいの入ってるからダブルクロシェ OK っていう感じでグーっていって、私の場合はここで最後の2目、つまり最後の4目か、4目も2目にしていこうと思うので、ここら辺でまたお会いしましょう。はい、1周してきました。で残りこれが1,2,3,4目なので、ここでまた減らし目をしようと思います。ここねシングルクロシェ、ここで入れるところをそのまま次のシングルクロシェに行って3本一気に引き抜く。で次もダブルクロシェダブルクロシェをここ2目一度のダブルクロシェをここでします。はい、で最後の目終わり。よいしょ。でね今2目2目って言ってるんですけど、2目どっち？なんか今一周して編みながらちょっとふと思ったんですけど、2目一度2目一度どっちなの？2目だったらすいません、恥ずかしいと思って笑ってやってください。でいきました。でまだね今ここやっただけなのでちょっと差が分かりづらいとは思うんですが、こことここのね、これ私の技術の拙さかな、目がでかくなっているところが、2目一度2目一度どっちかをしたところです。で次の段では、普通に1段やって、でまた次の段でギュッと減らしてまた通常にやってっていう方法でやっていこうと思います。なので今、引き抜き立ち上がりまでしたのでひっくり返して今来た道、ここ引き抜き立ち上がりで今1目目に目が入ってるので、もうこの減ってる目のところでここに通常通り入れます。ここはね一度のダブルクロシェが入ってるとこなのでシングルクロシェを入れる、次のとこにはダブルクロシェを入れるっていう風に通常で1段やって鳴らしていこうと思います。でこの2段目でやってみて何センチになったのかまたお伝えしようかなと思ってます。でもさ急に慣れ慣れしくてすいません。他にもちょっと怪しい用語があって、私減らし目は減らし目ですよね。でもさ増し目って増やし目とも言う？なんか聞いたことある気がするんですよね。増し目増やし目でも減らし目とは言うけど減り目は言わないですよね。ね。
や難しい。なんか柱に入れるやつ、バックポストとフロントポストに入れるダブルクロシェもなんかもう必殺技みたいな名前じゃないですか。なんかわかんない、必殺技かなんか体操の名前みたいな、わかんないけど、なんか3回転宙返りなんちゃらみたいな名前の編み方ありますよね。なんか長々編みなんちゃらかんちゃらみたいなだからね、ついつい分かりやすい英語に入っちゃうんですよね。英語のね編み方に慣れ親しんでるわけではないんですけど、フロントポストっていうのはね前の柱、バックポストは後ろの柱だから分かりやすいと思って。でシングルクロシェは、シングル一つのクロシェ、かぎ針編みですよね。でダブルは2つのだから、喋ってるから分からなくなった。英語の方がね分かりやすいと思うんですよね。でも日本語のが趣はあるか。細編みとかね、長編みとかね。はい、だらだら喋っちゃいましたが、ここまで、通常で行って、でまたもう一回だけ違うね、測ってもう一回減らし目をしてっていうのをお見せして、あとはその繰り返しなので、とりあえずじゃあそこでまたお会いしましょう。はい、また一周して帰ってきました。これちなみにここで減らし目をしたよっていうマークでちょっとつけてるだけです。でちょっとこの伸びちゃってるところにシングルクロシェと最後の目にダブルクロシェ入れて、この段が完成しました。で一回測ろうかな、この引き抜いて一緒にしてから測ろうか。立ち上がりもしといて、で今私はここで合計ね2目だから4目一気に減らしたんですけど、例えばこの1段目でここ1気だけ減らして2段目でこっち減らすとこでもいいのかもしれない。私はギュッてやって鳴らして、ギュッてやって鳴らして、数字でやるとマイナス4、0、マイナス4、0ってやっていこうと思うんですけど、マイナス2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 とかの減らし方でもいいのかも。ただマイナス1の減らし方がよくわからないので、それちょっとお伝えできないのが残念ではあるんですけど、どうしてもね2目で1個の、また2目って言ってるけど怪しい、まあいいや、2目で1つのね模様なので、どうなの？そんな変わってない。まだここの広がりが出てますね。なのでこのままぐんぐん減らしていって、でもしもっと減らしたいなとかなんか変更があったらお伝えしようと思いますが、一応今のところの作戦としては次でも2目減らしてそうだね、マイナス4、0、マイナス4、0の方法でいこうと思います。広がるな。でもまだはい、減らし目やってきたんですけれど、見て宣言通りこの最初の方と最後の方で、2目ずつこうやって広がってって1段につきだから4目かな、4目増えてる4目減ってる計算でやってたんですけど、なんかここがモコンとしちゃって、なんか赤ちゃんのおむつみたいになっちゃったんですよねもしかしたらね見てくださってる方でそりゃそうなるだろうって思ってる方いるかもしれないんですけど、そうなりましたね。ここだけでやっぱ急にグッてこう減らし目してるから余ったものがこう盛り上がっちゃってて、でちょっと着てみたんですけど、着たとこでちょっとやっぱねここになんか膨らみが出ちゃったので、作戦変更で行こうと思います。でそのお伝えだけとりあえずします。で、プラン B としては
今ねここでやっぱ1箇所でギュギュギュッとこう減らし目したのが良くなかったなと思うので、お尻って2個あるじゃないですか、こうやってね。だからここら辺、こことここあたりで減らし目を相変わらず2目ずつやっていこうと思います。なので1回これほどきます。ちなみにこのクリップのところが減らし目ぐんぐんしてるところで2段ずつやってきて、何段やったのかな、ここはね多分22段ぐらいだと思うので8段か、8段やってみて減らし目普通を8段やってきてこんぐらい盛り上がっちゃったっていう、参考になるかわからないですけど一応お伝えしました。はい、そういうわけで、減らし目の前のとこまでほどいてきました。でちなみに1個前の玉に戻ってて、何玉ここまでやったかお伝えしてなかったかなと思って、一応12345ここまでで4玉使ってました。結構使ってる。で、ここまでって言っても20ここが21段目のところ、模様編みが21段目のところまでです。で改めて今、ここがセンターのこの最初と最後のところね、ここねとか言って慣れならしい、行って帰ってきてをここを起点にしてるんですけど、なんとなくここ測ってみたら、50センチぐらいだったので、真ん中25にしてなんとなくね 12.5 ここにマークをつけて、ここで改めて減らし目をやっていこうかなっていうのがプラン B です。で一応ねやることはさっきお伝えしたセンターのとこでぐんぐん減らし目するのと何ら変わりはないんですけど、一応やっとこうかな。これが立ち上がり引き抜き1目目なので、ここに、シングルクロシェ、次にダブルクロシェで大丈夫か。でちょっと進みますね。サクサク。これねこの毛糸なんですけど、編みやすくって柔らかいんですけど、今ね見ていただいてお分かりいただけると思うんですけど、この時点でちょっと結構どっち毛羽立ってるね。だから着る前に毛羽立っちゃうんだろうなっていう気はします。でもねそれでも気軽に使えるのがこの良さなんでね。でこのクリップに来ました。このクリップは今私が減らし目をしたいクリップなので、どうしようかな。だから、クリップの前後でいいんでね、シングルクロシェ2目一度2目一度、まだこの問題ダブルクロシェを2つを1つってしたいので、今たまたまここつけたのが本当はダブルクロシェ入れるとこなんですけど、なのでこの1個手前のところから、くっつけちゃいます。シングルクロシェをこう2個を1個にする。でこれ減らし目マークしておきますね。で次は、ダブルクロシェを入れて、途中で次のダブルクロシェに行くとちょっと伸びちゃった。こことここで今減らし目ですね。であとはまたダブルクロシェの上にはシングルクロシェで、これでちょっとやってみようと思います。でこっちも同じようにして、で次の段をさっきみたいにねポコンってなっちゃうのを避けたいので、ずらすのもちょっと考えようかな。でそもそもこうかぎ針って普通に編んでいくとこう遮光するじゃないですか、最初の目とところって。それを踏まえて1個ずらすこともちょっと作戦として考えようと思います。とりあえず、ここはいいか。次のここでまたその結果をお伝えします。宣言通りとりあえずじゃないけどここでね、これ今2段やってきたんですけど、どうすればいいかな。両側のこことここで、減らし目をして、でそのもう1段目はそのならしなので普通にそこを拾ってきました。なので一応ご説明すると、前の段ね裏側で申し訳ないんです。ここでシングルクロシェを2個1個にして、ダブルクロシェ2個1個にした目がで、ここに対して今入れてきましたよっていうことです。で今後どうするかが問題なんですよね。でね、さっき編みながら思ったんですけど、
さっき私遮光するとか言って、かぎ針って遮光するからとか言ってたんですけど、しないよね、往復編みだからもうなんか適当ですいません。その証拠に往復編みなので、片方編みだと遮光はすると思うんですけど、技術高い人はしないかも。私はするんですよ。でなんだけど往復編みなので、今現にねこの最初と最後の余ってる最初と最後のところのこの目がまっすぐ出てるので、遮光してるのは私の減らし目のところがどんどんこうずれてってるだけだなってことに、編みながら気づきました。でそれも避けたいから、なんかさっきと同じところで入れるとか言ってたんですけど、ずっとさっきの真ん中でやってる時は常にシングルクロシェスタートで減らし目をしたんですけど、ちょっと今度逆にしてみようかなと思ったんですよ。っていうのも、今にさっき50センチぐらいだったのが、減らし目をしてだいたいこれが片側が25センチだったのが24センチぐらいに縮まったんですよね。で2個クリップがあって、この内側の方、ここ内側の一目前、ここが12センチぐらいだったんですよ、長さが。ってことはこことここで減らし目をするよりも内側でやっていった方がいいので、内側を見るとここシングルクロシェが入ってるんですよね。なので今度ダブルクロシェのところから減らし目してみようかなと思ってます。なんかこの説明が私はすごい納得いってるんですけど、何言ってんだろうって思われたらすいません。ちょっとやってみます、とりあえず。で今まだ、終わってなくって、最後の目のところ入れて、これは最後の目のところのクリップですね。入れました。ですかさずクリップ移動します。で最初の目、ここに針入れて引き抜き、よいしょ、立ち上がりでひっくり返します。はい。で、とりあえずここまでいく、いいや、ちょっと見ててくださいシングルクロシェから始めて、ダブルクロシェですよね。でシングル、ダブル、だんだんとスカートが重くなってきました。床っていうか下に置いてやればいいんですけど、ちょっとねカメラに映したいと思うと浮かしてて筋トレみたいになってる。はい。で近づいてきた、クリップだらけ。ダブル入れました。でシングルクロシェ、今シングルダブルで、ここシングルダブル通常7で減らし目のところなんですけど、とりあえずシングルクロシェは普通にして、次このクリップの1個前、ダブルクロシェ入れるところでダブルクロシェからの減らし目ってどうだろうと思って、なんか画期的みたいな言い方してるけど何も変わんないかもしれないですけど、で一応クリップ移動しとこうかな。で次が、本来のダブルのとこなんだけど、あえてシングル入れて辻褄合わせるとこう、どうでしょう、いいんじゃない何がいいんじゃないかっていうと、この見た時にこの2段前のクリップと大体同じストレートな位置に来てますよね。今までここに入れてたので、こことここの目だからだんだんとこっちに行ってたんですよね。それを避けたいから1個前に入れた。で、そうするとこっちまで来て逆方向だと長いこれはこうやって編んでるから1個奥にすればいいのかな。こっちに入れちゃうとどんどんこうなるから、こうしかやってないけど、ここまで来てまたお伝えしたいと思います。ちょっとこの作戦でいこうかな。ね、じゃあこれでいこうと思います。今さっきここで、改めたこの、減らし目の方法をやって、でぐんぐんこうやって進んできて、でこっちまで来ました。こうですね。でなんて言ったら伝わるのかな、今度ここに来たら要するに要するにっていう人大体ようやくできてない説あるけど、要するにこの最初と最後のこのポイントに対して内側に
締めをやっていきたいってことが言いたかったんですよね。こういうニュアンスとしてはこっち側に行くように、すごい日が光で飛んじゃって、こういう風にしていきたいので、同じ説明になっちゃうんですけど、なんかいろんな言い方を何回か言ってたら何か響くというか、そういうことね、ようやく分かったよって思ってもらえるかなと思いまして、今1個前の、減らし目のところでは、ここで減らし目をして、その減らし目に対してこの目を入れましたよと、この段は普通にするのでね、でこっちの減らし目に対してこの目に入れましたよっていうことで、今までは、最初の戦法としてはこことここで減らし目をして、次、こっちなりこっちなりで作ってたんですよね。どっちかに偏っちゃってたのを、こことここにしようかなってことが言いたいのかな、私。なのでちょっととりあえずいきます。で今ダブルクロシェ、シングルダブルで、ここか。ちょっとやってみますね。合ってました。なので今、こことここで2目作り、2目一度、2目一度、いまだに正解がわからないやつあります。ダブルクロシェの2目一度、ちょっとクリップちゃん邪魔。はい、3つを一気に引き抜くで移動しておきますね。で次はシングルクロシェ、ここと次の目、ダブルクロシェしてた。シングルクロシェでそのまま次の目に行ってこうかな。これでいこうと思います。一応減らし目を今シングルクロシェが終わったから、あとは普通のダブルクロシェでシングルクロシェでやって、この次の段は鳴らしなので、増減なしで前の段に対して逆、シングルクロシェ入ってるところにはダブルクロシェ入れて、ダブルクロシェが入ってるところにはシングルクロシェをやっていくっていう感じで鳴らして、この最終目に、これ最後はいつもダブルクロシェなので、これが最後の目ですね。最後の目のクリップが落ちてました。でここよいしょよいしょ、最初の目につなげて、で立ち上がりして、今度こっちで、今度こっちは今お伝えしたようにシングルクロシェ、ダブルクロシェをひたすらやっていく。でここのところにも、普通にやっていくとシングルクロシェ、ダブルクロシェで合うのでやっていって、よいしょ。繰り返しだけなんですけどね。次は次でお伝えするか。とりあえず一周やっていきます。はい、最初の減らし目で次の段普通にやる、もう一回減らし目、次の段普通にやるが終わって、また3回目の減らし目のところに来ました。で、作戦をそのまま遂行するのがいいかなと思ってるので、これが後ろのセンターだとして、今いろいろクリップだらけなんですけど、そしてしつこいもう分かってるよっていう方もいると思うんですが、これがね減らし目のところで、減らし目のところに1目ずつ入れたのがこの段で、またここの段で減らし目するんですが、こことここで取るんじゃなくって、今ダブルクロシェが終わったところなので、次はシングルクロシェ、こことここで取る。なのでクリップの手前とクリップで取る。でこの次のクリップと次のこのクリップ、次の目でダブルクロシェを取るっていう感じにしたいと思います。そうするとまた内側に寄ることで逆にまっすぐになるかなと思うので、でこっちも一緒で、もう一回お伝えしてもいいんですけど、もうね繰り返しなので今回の私のこの減らし目作戦としては、シングルクロシェから始めた減らし目を次に減らし目するときはダブルクロシェからする。でまたシングルクロシェからするっていうのを、スタートゴールに対して内側で取っていきたいなと思っています。なので今ここ減らし目のところで、よいしょ。でこことここね、ちゃんとクリップが多いから今減らし目しました。
でここダブルクロシェでもう一回そのまま次に行ってダブルクロシェ伸びちゃった。こういう感じでいこうかなと思います。で付け替える。であとはまあね自分の好みの、長さちょっと測ってみるまで気の向くじゃない、気が済むまで減らし目やっていこうかなと思います。これが中心だとして、最初ねここが 12.5 ぐらいあったんですよ。でもなく見えるな。 12.5 ぐらいあったのを、だんだんとここを狭めていってる感じにしてます。で、今回私はこのお尻のね両お尻両ほっぺのところのトップのところで減らし目に落ち着いたんですけど、割とちゃんとしたタイトスカートにしたいなと思ってて割とちゃんとしたタイトスカートってなんだよっていう話なんですけど、次シングルクロシェか。ストーンっていう形よりは気持ち、太ももから膝に向かってもうちょっとキュッとしてるっていうイメージでいきたいなと思ってるので、でもペンシルじゃない、ペンシルほどこうなんかキャリアウーマンっぽくはない感じにしたいので、今4目ずつぐらいがいいかなと思ってるんですけど、どうなるかわかんないですけどね。長さも減らし目の回数もまだ決めてないんですが、そのイメージを持ってる。でももっとナチュラルな、ストンとした形がいいなっていう方は減らし目の数をねこんなにゴリゴリ入れなくていいと思うし、糸が絡みました。ちょっと一回糸をほどこうかな。ほどいてきました。タイトがね、タイトスカートっぷりがそんなにタイトじゃなくって、緩やかでいいわ、割とストーンでいいわっていう方は、私ほどこの4目の減らし目をせずに、2目が基本かなと私は思ってるんですけど、さっきもね言ったけど1目ずつの減らし方がねこの編み方だとあんまり思いついてないので、だから2目を、2目ずつ減らすとか、もしくは2目ずつを4段に1回とかね、そんな交互にやらなくてもいいかもしれない。で逆にもう私はもう超タイトにしたいわっていう、もうなんかもうボアも真っ青ですみたいなタイトスカートに私というボディをねじ込みたいっていう方は、4目一度を毎回やるとか、そうすると場所をねどこにするかっていうのは問題になると思うんですけど、で入れるところも2目だったら後ろがいいかなと思うんですよね。前だとちょっとラインが出ちゃうので、私の最初の入れてたところ、ここで2目一度入れるとか2目だけやるとか、もしいっぱい入れたい方は今回は私がこのほっぺ両お尻のほっぺのところにしましたけど、このサイドでやるとね綺麗かもしれないです。このねここのとこ、そうだからじゃなくてこれをお伝えしようと思ったんだ。減らし目を入れると入れれば入れるほど2個だったものが1個になっていくので、当然模様がねちょっと崩れるんですよね。それは気にならない程度の崩れなんだと思うんですけど、作ってる本人は違いがわかるというか、例えばこれだったらこのポコポコがまっすぐこうやっていくデザインなんですけど、ここで減らし目は結構ゴリゴリにやってるから、なんかここはこうラインがね見えるかな、あやふやになりますよね。当然ね2個1個にしてるので。なのでなんかこう表地ではあんまり表地っていうか前側ではやりたくないなと思って、前は減らし目一切せずに後ろでやる作戦に今回はしてますが、それもお好みなので、さっき言った通りここでやったら一番目立たないかも。それもねいろいろ試してみたくって今回はここにしてます。で肝心なこと、この針でこの毛糸で私ともし全く同じ編み癖の方で、私と同じ減らし目をするとどうなるかっていうと、だいたい4目減らすことによって 0.5 センチ1回につき 0.5 センチ減ってました。
だからそうです。0.5 センチかける2だから1センチ減ってました。そうこうやってここでギュッとやることによってここの距離が内側のここのセンターに対しての距離が 0.5 ずつ短くなってたので 12.5 が12になり 11.5 になりっていう感じだったので、2つ合わせて1センチずつ減りています。なんかの目安になれば。じゃあ、このまま続けてまた糸が絡んできたのでどこかでまたお伝えしようと思います。減らし目を1回2回3回4回やってきて、で1回ここまで来て様子見で、履いてみました。でちなみにこれがですね、上から22センチのところ、上っていうのはここ含んでないんですけど、含んでなかったよね。含んでた22センチぐらいのところから減らし目を始めていて、で実際それ何段目なのかっていうと、ここを入れずに、でここで1回シングルクロシェ1段この間のつなぎで入れてるので、これ抜きでこの模様っぽいところを数えると、この模様っぽいところの、24段目から減らし目をしていました。なので24段目4目減らし目、25普通、26でマイナス4、27普通、28マイナス4、29、0、30マイナス4ってやってきて、今31段目が31段目が間もなく終わるところです。でちなみに4回増し目マイナス4の4回増し目をやってくると、結局横幅が45センチちょっとぐらいになりました。なので一周したら90センチぐらいの幅です。でこの後なんですけど、もうちょっとね増し目このペースでやっていこうかなと思ってたんですよ、最初はね。つまり2段でマイナス4目ずつやっていく作戦にしようと思ってたんですが、履いてみたらちょうど私の場合ね、お尻がねこの動画で何回お尻って言うんだって話なんですけど、このお尻のほっぺがねギリギリ終わるか終わらないぐらいがここでした。ちなみに割と腰がきめで履いてます。でもうちょっと増し目はしていきたいんですけど、私のこの体型だと割とね太ももが張ってるタイプなので、このままギュ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 ってこのペースで減らし目していくと太ももがちょっときついなって思ったので、ここからは4回に1回、4段に1回かな。今まで2段に1回だったのを4段に1回のペースで減らし目をしていこうかなと今思ってます。なので今31段目が終わるので、今30で増し目をしたから、次34段目まではまた普通にやってっていうのを、今のイメージとしては2セットぐらいやる予定。つまりそれで34と38目減らし目やってみて、でどうしようかなって思ってます。なので、34段目ぐらいでお会いしようかなってやってみます。はい、34段目やってきました。ここまではしつこいようなんですけど、減らして普通減らして普通減らして普通で、ここから普通を3段仕込んで今4段目っていう感じですね。で一応サイズね、34段やって、長さはここ入れずに25センチぐらい、入れたら29センチ89センチぐらいで、ちょっと前失礼します。横だとだいぶ、狭まってきて42センチぐらいになりました。ちょっと顔とか髪の毛映ってたらすいません。で、私の希望としてはですね、41センチまで狭めたいので、この4段につき1段をもう一回だけやっていこうかなと思います。最終的にどんどん狭めても、今の作戦としてはこの終わりのところで最後足が開くようにここだけ空きを作りたいので、もう、41センチにするけど40センチぐらいまでは狭めてもいいかなとは思ってます。で何も変わらず今
こが減らし目のとこで、ここから123とやってきたので、ここに入れます。で、ここにはシングルクロシェが入っているので、ここにダブルクロシェ入れたいんですが、ここと1個前だ、クリップの前後で減らし目をするって決めたので、ちょっと1個進みすぎたな。よいしょ、ちょっと1回ほどきますね。でまずこの1個手前もほどいて、このクリップと1個手前、ここでだからここにダブルクロシェを入れるから、ダブルクロシェにするんだ。嘘です。シングルクロシェにするんだ。ここにはシングルクロシェを入れるから、シングルクロシェのこの流れのままこの減らし目ですね。でこのクリップは増し目がないマークでつけてたので、増し目って言っちゃった、減らし目がないマークでつけてたので、減らし目の時はこっちの普通のゼムクリップにしようと思います。でこれは次は今シングルクロシェ入れたので、次にはダブルクロシェの減らし目いきます。これとこのまま次に行くと、ここはシングルクロシェが入ってたとこだから OK。 すっごい伸びちゃった。ちょっともう一回やりますね。ここに入れて、次もここに入れて、こう、で普通の方のゼムクリップをつけたいです。であとは普通にやって、今ダブルで、次のこのダブルの上にシングルが入るから間違いがないなということで続けていく。ほんで一周して、ここも同じですね。こうやってくるので、こことここで減らし目して、こことここで減らし目。よいしょ。そうするとここで1、2、3、ここで1。これいつもね、数え方がねすぐ分かんなくなるんですよね。ニッと開いて、ここでこれが減らし目の段、減らし普通、次こう普通3段普通やってきたから、次でやって OK ですね。でちなみに帰ってきたら今と同じ要領になるので、ここダブルクロシェが前入ってるんですよね。でこうやってきて、こことここにシングルクロシェ入れて、こことここにダブルクロシェを入れる感じにします。そうしたらまた30、次8段、4段に1回にしようと思うので、それをお見せしようかなと思います。よいしょ。なんか喋ってるうちにほどけてた。ちなみにこれほんとどうでもいい話、このクリップはセーラームーンのクリップです。セーラームーンのクリップってことを覚えてるんですけど、なんでセーラームーンのクリップを持ってるかはちょっと覚えてないんですが、買ったのかな。めちゃめちゃ可愛くないですかねこれ私が作ったんじゃないですけど、金だしね。でもね、今見ていただいたようにちょっとでっかいので、これ実際は本のしおりとか、あとノートのしおりとかに、だからクリップっていうのはマーカーとして使ってます。そもそもね、このゼムクリップ自体もねマーカーとして使っちゃってるんですけど、はい、じゃあそれで30、次8段かな。でそこでまたサイズをお伝えします。38段目に入ってきました。これさっきの34段、34段、で34段、35段、36段に今37段目で、だいぶね狭めてきたので、これがスタートエンドなんですよ。スタートとエンドの距離も近づいてきました。スタートとエンドからの距離も近づいてきました。で今シングルクロシェダブルクロシェの連続で、常にスタートはシングルクロシェダブルクロシェ、見えるかな、シングルクロシェダブルクロシェシングルクロシェダブルクロシェシングルクロシェダブルクロシェで、今シングルやったところでちょっと先を見ると、ここでもうこのクリップが待ってるので、次のダブルクロシェで2目一度しますね。取って、もうこれもだいぶ手慣れてきた。でも分かってるよっていう方もいらっしゃると思うんですが、しつこめにねやり方を。で3本一気に引っこ抜く。でこれが今示したので、このセーラームーンクリップではなくて普通のゼムちゃん、いらっしゃい。はい。で
今ダブルクロシェの減らし目したので、今度はシングルクロシェの減らし目をこことここにします。ここと次の目でこうする。でまた全部はい。で次の目見るとこれシングルクロシェなので、次ダブルで合ってるなということで、ダブルでシングル。しつこいですけど最後ここでまたここでお見せしますね。はい、ぐるーっともう片方まで来ました。ほいせで、今ここが減らし目したいところですね。でこの1個前のところが、今、ダブルシングルで終わってるな。次ダブル入れたくって、なので1個前のここにダブルで、もう1個次このクリップのとこにも目を入れてダブルで、この3本を一気に抜くと、ダブルクロシェの減らし目ができたので、またゼムクリップつけて、もうゼムクリップだらけになってるけど、とりあえず続けて、で、次ダブルクロシェの減らし目したので、次はシングルクロシェの減らし目入れます。危ない、これやって、この今セーラームーンのとこに入れてます。よいしょ。星取れた。で次このダブルクロシェの上にシングルクロシェ入れると合う。もう一回いきますね。よいしょ。なんせ持ち上げてるんでね。よいしょ。シングル、次にもシングルで3つ一度に引くとシングルクロシェの減らし目できました。で全部つけて、でちょっとこのまま1周残りここで終わるのでお付き合いください。で今シングル入れたから次ダブルで、下を見ると次は何ですか、これはシングルクロシェが前の段にあるので、上はダブルクロシェで合ってるなっていう感じで、よいしょ。どんどんねクリップだらけになって、こんなにクリップつけたの初めてなんですけどでこれで試着してたら後ろから見られて、パンクロックの人みたいだよって言われたんですけど、今揺れた画面が、パンクロックの人に失礼ですよね。パンクに憧れるだけのクリップつけた人ですよね。でここ最後ギュッとして、すごい今画面揺れてますね、すいません。でここでちょっとサイズを測っておきます。だいぶ逆がいいか、こっち側でね、タイトスカートっぽくなってきたし、こことここにポコポコっとねお尻が膨らんでるのがわかると思います。でまず上から測ると今38段まで来て、こことこのシングルクロシェ入れてないです。上からで32センチになりました。で横はどのくらいかっていうと、これちょっと横がね測りにくいし、前部分は減らし目してないので、またちょっとトータルの長さは違うと思うんですが、後ろだけで測っちゃうと、42はないかな、41から2の間ぐらいに。お待ちください。すいません。お届け物が来てました。今ここが41センチとか2センチっていう話をしたのかなと思います。でここも測ったよね。で忘れちゃった。はいはい。でこの後は最初からこの幅をっていう幅でいいか、41センチぐらいにしたいなと思っていたので、一回これがもう理想の長さになったと思うので、この後はまだ決めてなくって、試着してみて伸ばしてみてっていうのをやって、減らし目をまだするのか、もうこのまま最後までいくのかを決めようと思いますので、次の、画面でそれをお伝えしていると思います。
次の画面に続くと思いきやちょっと長くなってしまったので、この続きはパート3でお届けします。よかったらまたパート3でお会いしましょう。